皆さんこんにちは。漫画家兼 YouTuber ボイチです。ディレクターさんこんにちは。こんにちは。私たちはその間に埼玉を立ちました。ここは埼玉じゃありません。それでいろんなことを経験して埼玉を離れたけど、自分の目標はできるだけ早く埼玉に戻ることです。埼玉で YouTube 撮りたいです。埼玉の生活もしたいです。私たちはただ埼玉の生活をしているのではありません。漫画の未来のための重要な拠点になってくれるのではないかと。ちょうどここが合うんじゃないかな、こう思います。漫画の未来の拠点として埼玉がいいんじゃない、こういうふうに思って埼玉に帰りたいです。今回の映像はいくつか皆さんに伝える YouTube チャンネルのニュースがあって、それをちょっとお伝えしたいと思います。まずこれは告白です。私の映像が私の意思を正確に伝えるわけではありません。私の意思が正確に伝わりません。なぜなら翻訳のためです。翻訳を経ていくら努力しても正確に意味が皆さんに伝わらず歪曲が起こります。それでこれを防ごうと努力してみたんですがうまくいきません。例えばスティーブはある面で私自身より私に対してよく分かっています。スティーブはそんな友達です。私の人生と私の考えを理解しています。それでも翻訳をすると歪曲が起こります。うちのディレクターさんは本当に一生懸命働いて15年も日本に住んでいらっしゃって、大学でも日本語専攻でしたし、しかも全ての映像を韓国語にかなり詳しい日本人の監修を受けています。それでも歪曲が起こります。なぜ歪曲が起きるしかないのか、翻訳の属性か、そういうのもあるでしょう。私たちが伝えようとする内容がそうするしかない面があると思います。そして私は皆さんにコラムをお話しするとき、行間に意味をたくさん入れました。皆さんが解釈すればわかるようにですね。それでそうだったんですが、それならその行間の意味が崩壊しないように伝えなければならないじゃないですか。なのでそれがすごく簡単じゃないんです。文章が自然じゃなくなったりもします。難しいです。そしてこれも大きな問題なんですが、私はそんなに話が上手な方ではありません。英語も日本語もできないのに最近韓国語もうまくできなくて、そろそろ0カ国語の使用者になりつつあります。ところでお話しすることがたくさんあります。お伝えしなければならないお知らせのようなものがとても多いです。それで全体的に伝わりません。そしてほとんどが最初の主張であるため、私が文章をたくさん磨けなくて論理が一致しないことがあります。なので私たちがずっとチャンネルを運営しながら考えて悩んでみたんですが、やむを得ず歪曲が起きるしかないということをお話して了解を得るしかないと思います。本当に申し訳ございません。私たちのチャンネルを見てくだされば、そのいろんな話が進みながらその歪みが補正されると思います。映像一つ一つはそうするしかない状況だと思います。ご了承ください。もう一つ、皆さんのお話をする私たちのチャンネルのニュースは、私たちがチャンネルを始めた当時、ボイチビトゥンの世界各国にグローバルチャンネルを提案を受けて運営をさせてほしい、こういう話をしました。そのチャンネルは基本的に英語のチャンネルとして提案されているという話をしたんですけれども、本当に残念ですが、英語のチャンネルでグローバルチャンネルの運営を提案されることが難しくなりました。本当に申し訳ありません。本当に申し訳ございません。現在
当英語チャンネルの運営者であるスティーブの健康状態が良くありません。そして自分の仕事もしています。その仕事もしながら体の調子も悪くて簡単ではありません。私は完全に理解します。理解してとてもありがたく思っているし、また申し訳なく思っています。全世界に私たちが望むことを叶えて、皆さんの夢が実現する日が来るには、私たちにはスピードが命です。毎日毎日漫画家志望生たちが諦めてます。それだけのこの未来のための夢が消えつつあるのです。だからスピードが重要です。しかし私は英語のチャンネルをスティーブに任せ続けるつもりです。スティーブは私のただの友達ではありません。私たちは共に20年以上にわたり漫画の未来を構想してきました。海外の漫画家志望生たちが存在しているということを教えてくれた人はスティーブです。私たちがこうして皆さんのためにいろいろと構想して考えて、また話をすることができたのはスティーブがいたからです。スティーブがいなかったらこの全てはなかったでしょう。私は世界を愛しているけどファンの存在を知らなかったと思うし、モロッコの漫画家志望生の知らせを知らなかったはずだし、それではモロッコプロジェクトもないし、私の構想も悟りもなかったはずです。スティーブがいたからです。なので私はスティーブにずっと英語のチャンネルを任せたいです。だからこれからもずっと任せるし、彼が元気になってもっと力を出せる日を私は待ちたいです。でもスピードが大事なので仕方なく私が先日はブラジルのチャンネルを担当してくださった方々にお聞き、ブラジルのチャンネルで英語やスペイン語もお願いしました。別のチャンネルではありません。ブラジルのチャンネルに英語とスペイン語を話す方々もご覧になれる方法を用意していただきたいとお願いしました。それで英語チャンネルにアップロードが遅くて気になる方々がいらっしゃったらそちらもご覧になっていただきたいです。そして世界各国のグローバルチャンネルの提案は誠に申し訳ございませんが、英語のチャンネルではなく日本語のチャンネルで受け取ります。ブラジルのチャンネルも私たちが尊敬するマウリシオ・オサム様が日本語ができたからできました。日本語や韓国語ができる方、日本のチャンネルの方で提案してくださればありがたいです。こうなると簡単ではないでしょう。仕方ない選択だと思います。そして私が前にお話した漫画家の地方ファンの私たちのチャンネル出演についてもう一度お知らせしたいです。私たちが漫画家志望生たちに少し役に立つ方法がないかと思って構想したんです。それでどんな内容なのかもう一度説明しますと、漫画家志望生の方々がチャンネル出演に応募されたら、私たちが検討して出演が決まったら YouTube の事務室にお越しください。いらしたら漫画の勉強と関連して十分に時間をかけて思う存分聞きます。そして私が一生懸命お答えして、私たちは撮影した映像を YouTube にアップロードします。そうなると私たちのチャンネルに出演されるということなので、 YouTube 出演料として1万円を支給する、そんなコーナーです。直接いらっしゃって頑張ってくださっているんですが、1万円がそんなに大金ではないと思うけど、私の心は込められたと思ってください。一人で来るのが難しければ複数の団体の応募も可能です。私たちは3人か5人で一緒に行って質問したいですとおっしゃっても大丈夫です。しかし1人来ても5人来ても1万円だけ差し上げることができます。5名様がいらっしゃって5万円を出演料として差し上げるのはちょっと難しいです。ご了承ください。直接会って質問するコーナーに参加したい方はどんな映像でもいいので、映像に応募のコメントをお願いします。自己紹介書と簡単な質問をいくつかコメントで書いてください。駅までいらっしゃったら私たちがお迎えに行きます。皆さんをここからお迎えして、撮影が終わったらまた駅までお送りします。当然基本的には日本の漫画家志望生を対象にしています。でも日本に住んでいる外国人漫画家志望生を応募してもいいです。日本に住んでいませんが
日本を訪れる漫画家志望生の方も応募可能です。ただしこの場合は韓国語か日本語にならないといけませんね。それとも皆さんの国の言葉を韓国語か日本語で通訳してくれる方がいらっしゃれば良いです。そして私は各国のボイチビトゥンチャンネルがどんな広告や広報、収益創出のためのある努力をすることをできるだけ防いでいます。これからもできる限りしないつもりです。しかし今回英語のチャンネルでだけ講演を受けることにしました。講演を受ける理由は私たちのチームを応援するためです。説明しますと、私たちは日本語チャンネルを除いたグローバルチャンネルはそのシステムを運営してくださる方に Google から与える収益の 50% を差し上げることにしました。それで Google で入金してくれるお金の 50% を持っていって50% を私たちに送金してください。そうやって私たちがもらった 50% はディレクターさんに 5% を、チャンネル管理者に 10% を差し上げたら私が 35% をもらうことになるんです。収益配分はこのようにしています。ブラジルのチャンネルを例に挙げれば、ブラジルチャンネルで発生した収益を Google が入金すると 50% をブラジルの運営者の方が持っていって 50% を私たちに送金してくだされば、ブラジルチャンネルを管理されている方はディレクターさんなので 5% プラス 10% になるので 15% を受けるでしょう。残りの 35% は私がもらうんです。英語のチャンネルはどうなっているかというと、運営の権限をスティーブに渡しました。英語チャンネルの所有者はスティーブです。もちろんスティーブが勝手にすることはできません。しかし所有者はスティーブです。スティーブが 50% を持ちます。ディレクターが 5% を持ちます。私が 45% を持ってます。英語のチャンネルはそうやって収益が配分されていて皆同意をしたが、私が今回は私の自由に私の権限でその月の Google の入金額が1000ドルになるまでスティーブに全額寄付しました。ディレクターさんの持ち分はよく協議しました。それでスティーブが収益を創出する機会を与えてほしいです。それで皆さんが講演することを許容することにしました。それで英語チャンネルに限って講演を受けます。収益が1000ドルになるまでは全額スティーブに収益が渡され、私は何の収益も発生しません。皆さんスティーブのために講演をよろしくお願いします。1000ドルを超えた瞬間、次が1000ドル未満でも元々の約束通りに分配されます。こうすることにしましたのでよろしくお願いします。頑張れスティーブ。そして皆さんに伝える私たちのチャンネルニュースの最後の話です。この話は急に去年のある時の話に戻ります。私たちのチャンネルで Q&A を進行しました。その時多くの質問が来たんですが、その質問の中にこんな質問がありました。漫画の勉強をこれから始めようと思うのですが、どうやって始めればいいでしょうか。それで私が漫画の勉強を始めるのは他の全ての勉強と同様に本を1冊書き終えながら始めた方がいい。それで漫画の勉強を始めるときは漫画の作法を最初から最後まで順繰りに勉強しながらやった方がいい。こうやって私がアドバイスをしたんですが、ずっとこの言葉が気になるんです。なぜなら世界には自分の国の言葉でできた漫画の作法書が手に入らない漫画家志望生がたくさんいるじゃないですか。私がよく知っています。幼い頃私がそうだったんです。漫画の作法をいいものを手に入れることもできないし、買うお金もなかったし、良い漫画の作法を得ることができず、映画の演出本を持って勉強をしました。それで誰よりも漫画の作法を求めることができない状況に置かれている漫画家志望生を理解してくれなければならないのに、自国に漫画の作法書がない場合はどこで入手できますか。だからこれがすごく気になるんです。
漫画の作法が出版されたとしてもお金がない志望生もいらっしゃるじゃないですか。この方たちはどうするの？それで私が悩んだ末に一つ決心しました。皆さんにとても小さなプレゼントを一つ私がしようと決心しました。このプレゼントを差し上げたいということは以前 Q&A の映像でお話しましたがアップロードされませんでした。それで最近以前の Q&A を映像をスティーブが順番にアップロードする中でまた健康状態がすごく悪くなって今そのプレゼントを差し上げます。私が昔出版した漫画作法書2冊の著作権を放棄しインターネットで誰でも好きなように見たり使えるようにすることにしました。このように2冊の本です。この本は1996年に初めて出版された本です。ほぼ30年近く経ちました。この本は連載は1996年にしました。出版は2001年に初めて行われました。それで同じシリーズ2冊です。このように2冊です。昔の本だし今もまだまだ足りないですが私が今よりもっと足りなかった時代に書いた漫画の作法なので実はとても不足しています。実は今の時代とは少し合いません。クリーントーンの時代がほとんど終わりました。でもスクリーントーンが重要だとなっています。今はタブレットで描くのが重要な時代じゃないですか。タブレットの話は出ません。こうして昔の作法書です。それでもこの本は韓国で出版された漫画関連書籍の中で歴代販売1位だった本でもあります。そしてその時代にはこの本を見て漫画家になれたという漫画家がかなり多かったです。なので私にはとても大切な本なんですが大切な本だから今度この本の著作権を解いてみんなが見ることができるようにそうすることに決心しました。最初はハングルが入っているファイルをそのままアップロードするつもりでしたがスティーブは健康がそんなに良くないのに英語に翻訳するそうです。実は私がそれは止めました。スティーブは自分で翻訳しないといけないと話していました。私がさっきお話しましたよね。スティーブはある部分は私より私についてもっとよく知っていて誰よりも私の漫画や私の人生を理解している人だということです。そして私たちは一緒にグローバル漫画を構想しました。私に世界の漫画家志望生の存在を教えてくれた友達ですから。それで必ず自分で翻訳しなければならないと言いました。それでは私が所定の翻訳料を支払うと言いましたがでも受けないと言っているんです。あげるのは私の心です。結局スティーブは翻訳料を取るでしょう。この件に関しては皆さんは何も支払う必要はありません。英語と韓国語にしてアップロードしますので皆さんの国の言葉に翻訳したいなら翻訳して自由に使ってください。キャラクターの著作権は私が維持します。この作品に関連する全てのものに著作権を放棄するわけではありません。この本は皆さんが思う存分見て思う存分翻訳したいなら翻訳していただいてしかも出版をしたいのであれば私たちの許可が必要なく思う存分してください。著作権を放棄するのはそういうことです。ただしこのキャラクターの著作権事業をしてはいけません。キャラクターの著作権だけ維持します。キャラクターは私にとってとても大切です。だからこそこの翻訳を早くできるように英語のチャンネルも早くアップロードできるように皆さん英語チャンネルの講演よろしくお願いします。収益の1000ドル前までスティーブが全額受け取ります。報告事項はここまでです。それでは次の映像で会いましょう。